こんにちはー。まずは前段から。本筋では、消えたジャミトフの行方を捜索するために、万丈隊とアムロ隊とをそれぞれ施設内に派遣していました。その頃、ブライトの元には、香港マフィアのウォンが面会を求めて会いに来ておりました。どうやら現在捜索している施設が、ウォン所有の施設だということで、この出来すぎた話をいぶかしんだギャリソンは、今回の一連の件の背後関係を調査している途中のようです。ブライトは、担当直入にウォンに、面会の理由を尋ねると、この施設一帯の安全性を確保するためにロンドベル隊にしばらく駐留していてほしいとの要求でした。それに対し、ブライトは有事があれば協力する意向を示します。その一方で、ドレイクはビショットとショットを招集し、一致団結して、地上での派遣を手にするためにロンドベル隊と決戦することを確認し合います。そして、ジャミトフの捜索も終わらないうちにオーラバトラーの大部隊が、香港に現れます。それに対し、ブライトは臨戦態勢を取ろうとしますが、直後アムロから通信が入ります。ブライトは開口一番、バイストンウェル軍の接近を伝え、一時捜索を中断するよう説明しますが、アムロはジャミトフの暗殺された遺体を発見したことを報告します。同時刻、万丈隊が一足先に帰還したとの報告が入ります。それにより、ブライトは第一種戦闘配備へと移行させ、再度アムロたちへ早急なる帰還を催促します。さあ、説明もしなけりゃなりません。まずは、我が軍のなんちゃってキャンサー君は自動で水中スタートにしてもらえなかったので、手動でシンムンリバーに先行させとりますです。まずは、ダーに挨拶代わりのツインバスターライフルかましてやります。いけー。説明は後ね。57%微妙じゃが、見事かわされたし。なんちゃってハイパーダーもやりおるわい。そして1ターン遅れて登場したトレイズ閣下のトルギ2は、ガンダムです。ガンダムとゲストの例のやつが8時と11時の方角に現れました。彼らは私に任せてくれ。ガンダムのパイロットは私に用があるようだ。なこと言わせてみたりしまして先ほど、ウーフェイ登場のアルトロンガンダムをオズ本体の方へと行かせないために、まずはトルギ2で近づいて、トバガをかましてやりました。ビアレスもなかなかやりおるじゃなかか。バッチコーン。でもネビ向けで返り討ちなり。そんで、なんちゃってキャンサー君は、最前線に出張らせてハイパーライネックの標的になっておりますのが、今の現状ですわいな。じゃあ、叱られてんじゃん。今回も森に隠れて防御の渦と回避の裏バタイという構図でマップクリア目指していこうと思っちょりまするぜ。よし、アルトロンは無事にトルギ2に気づいてくれた。これでよし。ナイスカッカ、勝負だロフ。てやんでー。まずは幸先よくダメージ与えることができました。さっきのロフの攻撃、92% ありましたよ。これでようやく、追加配備のご説明に入れますぜ。今回追加したのは2機、アルトロンガンダムとライブゲイオスになりますよ。ライブゲイオスは前回、無改造での参戦でしたので、今回は3段階改造で参戦させてみました。かなり強いからちょっと怖いけど、トレイズ閣下ならやってくれると、信じてます。それとウーフェイのカルアルトロンガンダムは、確か7段階改造させとります。かつですよ、HP を2万に底上げしとりますんで、そう簡単には落ちないようになっとります。しかし、この HP の底上げにかなり苦労いたしまして、何度もフリーズしまくりまして、いけー、ノイン、バチーンだとー。マジなのかー。これならどうだ？ハイパーだー。食らいやがれー。いけー。ジギン。どうにかやっと一撃目を食らわしてやることができましたよ。我がオズには少し南にある森へと逃げ込んでもらい、そこで近づいてくるオラバどもを迎撃してやるつもりなんですぜ。あ、そう、何度もフリーズさせまして、一時はアルトロンの HP の底上げを諦めようかとも思いましたが、どうにかこうにか、なんとか形にできましたので、さあ、
ロフと再び対戦じゃばよ。ドカーン。それでもなかなか削れん。ライブゲーオス。鳥羽が10発持つじゃろか。ナイスイカッカ。やっぱギガブラスターは、やばかばい。さらなる敵増援のおこしばい。よしよし。ダーはチェンサーにかかりっきり。これで射程外からまたぶち込める。そうそう。アルトロンは情報修正できたので、これでトレイズ閣下との決闘も面白くなりそうなんですよ。だから、トレイズ閣下は当分あの二人にかかりっきりになっちゃうので、それ以外のメンツだけでバイストンウェル軍と雌雄を決しないといけません。運転で、言うてもバイストンウェル軍は今回も避けまくりますが、それだけじゃつまらないと思いましたので、急遽思いつきで、ダートペイの二人をハイパー化させてみました次第です。アルトロンって射程7の、リムキャがあるのね、知らなかったよ。反撃タグツクロタがまだ見えない。次はロフのギガブラですぜ。ガチンコ勝負だこの野郎。あ、そうだ。今回気力は固定してません。やるじゃねえかでも反撃、攻撃力は上だけども。HP はあちらが上じゃね。2回攻撃きついって、ナイスシールド。さすがカッカ、いけー。ドバが。これからどんどん、ロフとウーフェイの気力が上がってくるから気がかりじゃば。おめえらほんと避けすぎなんだよー。それから、いっつも来るのが遅いのに、動き出しまで遅いという、ゲアガリングとスプリガンのお二方は、初期配置の位置を少しずらしておりまするのよ。だから今回の最終決戦は気力マックスの、ウィルウィプスになりそうな予感がしております。いやー、また避けられた。今回もご多分に漏れず、よう避けられとるんですわいな。ジャンサーくんのおかげで川向こうに、たくさんオラバくんたちが溜まってくれとるんですわ。そんな、川向こうのオラバくんに言うことちゃうやろ。フェラリオって、性格きついですねー。さささ、冗談はさておき。キャンサーくんが撃墜してくれました。トロワよ、あの化け物マシンを、落とせるか？任務了解。撃墜する。言ったれー。詩吟。さすがトロワ。腕がいいぜ。敵はひるんだぞ。一気に畳みかけてやれ。ゼクスマーキス放てー。詩吟ボカボカボカ。これでようやく半分ってとこかいな。メリクリウスはライネックを狙われたし。85とかじゃったよ。確か。おめえら今回もやってんな。そだろやってんだろが。あ、67% であっさり沈みましたな。やっぱスパロボ F の命中率は当てにならんわ。ビキューン。イエーイ。ビルゴのビムキャも当たった。ここまでご視聴してくれたそこのあなたは、もうすでに、似て非なるスパロボ F フリークになってるかもなので、ぜひこの機会に、チャンネル登録&高評価してくださると、とっても嬉しいアスゲンです。さすがに毎度はきついので、一度ひらめき使いまするぜ。まずはライグゲーオスを倒すんだらや。撃てー。バチコン。半分弱まで来ましたかな。ギガブラスターもなんのその、ひらめき効果様々じゃば。なわけで、もう一度ひらめき。ライグゲーオス翻弄してやれ。ボカーンボカボカ。それでも、あとどれくらい残っとるんじゃろうか。まだまだギガブラスター撃てそうだしね。ふははははは。飛んで火にいる夏の虫。やられに来たか。オラバくん、相手が悪かったな。先行のハサウェイ、もとい。先行の伯爵がお相手つかまする。ナイクリライトニングカウント。いやーん、もう一丁来たぜ。エネルギーはウィルウィプス戦に、残しておきたいから、こいつは助かりますがな。気力もどんどん上がるべな。みなウィルウィプスとの決戦までに、十分気力を、貯められたし、ハイパーバーは相変わらず、キャンサーくんにかかりきり、言うてもじりじり削られとります。あじゃ？弾切れたの？へいそんなもんかい。水中だからか？どなんじゃろか？お前も来たのかビアレスくん。ビアレスの方がやりますがなあんさん。言うても裏切りは怖いじゃけん。それまでには決着つけたいところじゃぜ。やっぱエアリーズ狙ってきやがったか。でもね、だからこそ戦艦とエアリーズとは、袋叩きにされないように、脇を固めておりますのよ。偉いでしょ。これまたトルギに切りかかってきてくれるとは、命中補正に弾の節約できて、言うことなしんず。やっと来たぜ。ノーマルライネックのガラミ T さん。
おもちゃバルカンなんのそのじゃ、さすがにガラミティは避けますか。次のマップでなんちゃってキャンサーくんは見納めになっちゃうので、思う存分活躍していただきたいところざわ。トットロ、トットオーロ、イエーイ、またまたトルギに来てくれた。でも、なかなかやりますわねライネック。避けよった。こんちくしょう。ライブゲーをし倒すまでアルトロンくんはほっときます。じゃないとドバガが切れちゃうからね。さあ6よ。打ってこいやギガブラスター。73%よう避けた。お返しー。ドッカーン。ソジャロ。やるじゃろが。もう一丁来いやーギガブラスター。さすがにダメージ3000超えてきやがった。あんましトロともしとれんぜよ。やっぱライゲーとアルトロンの2機を同時に相手するのは大変なんじゃね。そんでもトレイズ閣下じゃ。やってくれるじゃろ。まずは、夫トルギを回復させましてと続きましてキャンサーくんへの援護射撃と参ります。再びハイパーダーを狙っておくれ。トロは得意。ピピピピピピ。ビシューン。ジギン。また当たった。マジであんた、すごいじゃ。ないのー。やっぱミサイル切れてたみたい。ちゅうことは、次でこっちに来るかもじゃな。いや、キャンサーが壁になってるから、それはないのか。ドロシー上も確実に敵の数を減らしておくんなましー。助かるラスカル荒い。ノインは、ガラミティ狙われたし、放てー。ナイスヒットじゃあと一撃。レッドワンも今度は当てておくれやし、多分、ビームガンじゃウィルイプスは、貫くことは難しい。ジギン、よし数を減らせてる。接近戦になりそうなので、早めに必中使うて、ハイパーダーを削っておくだわさ。いけー、バッチコーン。これでようやく見えました。キャンサーくんのダメージ回復させましてと、ネット狙わしましょうかね。ネット。あ、避けた。ほんと当たらないぜ。グラディウス3のハードモードの、一行へ、あれをクリアしたことあるアスゲンです。2層、ダボー、レーザー。じゃあ、まただ、バイストンネル軍との最終決戦とはいえ、来ないに避けられますかいな。これじゃあ、終わらんて、ナイスミサイルミュラー君。我がオズは DC 軍から奪ったあの機体の後継機を開発したので、61話で、新型機投入できそうな感じです。中低ね。低ですよ。半分以上避けられてる気がするぜ。弾切れです。仕方がありません。特攻仕掛けてやりましょう。ジャキーン。かかれー。切り払われたー。やっぱそう来るかいな。どないしましょかどうしましょ。2連続してくるかな。もう一丁切りかかってやんべんさ。そろそろ撤退しろやろふなんちゃら。ブイ。マジかー。またやるのか。こやらちがあかんわ。やっぱ弾丸補充に。切り替えるしかないんだべか。よくもまあ、戦艦見つけて攻撃してくるべ。かったるいなぁ。3連続もやってきそうな勢いだが反撃しないわけにもいかないぜ。メガビームランチャーは可愛いもんじゃな。さ、トレイズ閣下頼みましたぞ。やってんなこいつ。完全にやってんな。腹立つのり。絶対4連続やってくんぞこやー。バッシューン。あれあっさり当たったべ。しかも見えたぜ終わりが見えた。お前も戦艦かよまったく。諸事情ありまして。もういいぜ。ネイザー君はお休みでして、ブライトに戻してあります。いいって言ってんだろがー。なので、できれば戦艦狙わんでくれ。聞こえてんのかこらー。戦艦は依然として無改造のままで。よし、ガラミティが来たぞゼクスマーキス。無改造のままでやっとりますんで、狙われるのも致し方なし。ライトニングカウントに挑んでくるとは、褒めてやろうガラミティ。バシーン。さらばだ赤い3騎士。中手もあと2人がまだ残っちょるけども、反撃しろー。そろそろ気力も上がってきてて、カチコチ走行になりつつあるかと、思いきや、無給、まだまだ4桁もらうのね。確か、ネット君は弱気だったと、思うから、大して怖く、またもや無給、大して怖くないんだよね。オットー君も反撃だ。ヘナチョコバルカンなんのその、ナイスだオットー。もう少し待っててくれやんフェイ君。舐めとるわけじゃねえんだよ。ライブゲーを巣にちょっちて惑ってるだけなんじゃが、第1弾の、スタ
第一次ネオジオン対戦 F もよろしくね。まだまだ拙い編集でしたので、改めて再編集したのもぼっちら上げていこうかなと思っておりますのよ。マジで当たらん泥仕合。いっそのこと、オラバのバルカン、なくしゃいいのか。あ、フェイチェンカが動き出したぞ。早く、ハイパーダーを倒さねば、てんやわんやになり申す。半ば諦めモードでしたがよく当てた。この気に乗じて、ロインちゃんも当てとくれ。バキュン、ジギン、ボカボカボカドカーン、とまではいかなかったみたい。おっとおとるぎもやってやれ。さ、これで終わるかハイパーだ。トロワバートン頼んだぞ。いても打たれー。いいキューン。貴様も避けるのかハイパーだ。お次はドロシー上にお願いするぜ。ビッグキリギリスを、落としてたもん。ビキューン。マジかー。いやマジ当たらん。そらそうか。ハイパー化しとるんだものね。めげずにどんどん行きまっしょい。ニコルンビームが炸裂したぜ。当たればでかいぞビルゴのビムキャ。52% じゃ、なくはない。いけ、避けられたー。空飛ぶキリギリスの分際で、ちょこまかとよう避けよるわい。エアリーズにはミサイルがあるでなやっとくれ。ミュラーも当ててくれました。エアリーズに乗ってるのはミュラーくんねミュラーくん。レッドワンにも期待してるぜやっとくれ。ビキューン、ジギン、やっぱ頼りになるぜ、レッドワン。スパロボ F 世界で総活躍社会目指して、いろんな組織やチームで1話から最終話まで、投資でプレイしておりますアスゲンです。そうそう必中使うてられんので、自力でキリギリスに当てられたし、ライトニングカウントいけー。ボカーン、ボカボカボカ、よーし、ハイパーダーを追い詰めたぜ。さすがライトニングカウント、お手柄だべや。それでもまだまだ油断は、できませぬぞ南長田。ナイスだアレックス。おはんの活躍嬉しいぜよ。さ、全巻回復させまして少し危険な行為ですが、トルギ2の回収に向かいたいと思いまする。多分、一撃必殺だけは免れれると思うのですが、大丈夫じゃろか？ 1 マスの不安。ニコルでは 25% が限界ですか？仕方がありません。ここは防御でやり過ごします。もう一挙来たぞ。でもね、ニコルンビームは封印だ。ハイパーダーも最後の抵抗しちょります。避けられようがかわされようが、操作ミスをしてしまおうが、構わずそのままプレイしております。よしよし、数を減らせてる。動画の速度は2倍速で、さらに不要な部分を削っておりまして、だいたい、元の長さの4分の1ほどに、ギュッとしてお送りしておりますです。じゃあ、ミサイルなかなか、しかも避けられ申した。この位置はオラバホイホイのように、虫が勝手に集まってきよるみたいですじゃば。テクスマーキス、昆虫採集しといてくれだなもし。違うか、コンビニの入り口についてる、バチバチ虫を焦がしてしまうやつみたいな感じか。スゴックとかも参戦させてくれたら、嬉しいのに。よっしゃー、アレックスもやりおるわい。レプラカーンもようやくやってきたぞ。反撃してみる。ハンドグレネード強烈じゃんかー。いやー、全然ボスクラスユニットを倒せてないよなこの現状。いやはや、早めに片付けてかないと、どんどん後から、ボスクラスが押し寄せてきてしまうべや。最後には気力マックスの、ウィル・ウィプスも、控えとるじゃろうしね。よっしゃー、大活躍のキャンサーアレックス。ライブゲイオスはゲイオスグルードと同じで、近接戦闘に一末の、不安材料があるユニット、だったんですね。ほぼほぼギガブラしか食ろうたことなかったから、知らなかったぜ。ただまあ、切り払われるからな。撃墜だけは免れてくれ、頼むー。シャーシャシャー、どうにかこうにか持ちこたえてくれました。さあ反撃だがやー。ウィル・ウィプスも動き出したみたいだぞ。イベント発生しちょります。しばしご歓談。さて、後半戦は、どうなることやら、黒騎士に、ミュージーポーも残っちょる。激戦必至の後半戦、乞うご期待なんですじゃばー。とりあえずも二人を無事に片付けられたのか。バイストンウェル陣でうちはもめの、ご様子ですが、そろそろお時間です。それでは次回、異質なるものへの、バンカーマップの後半戦で再びお目にかかりましょう。さようならー。